今苦しい状況に置かれている方がいらっしゃると思います。そういった方はどうか国の補助を受けてほしい、そういった話を戦争に行って、すでにいなくなったんですけれども、そのおじいちゃんの話を交えてできればと思います。じいちゃんとおばあちゃんが話してくれたその映像です。お茶濃いよダメだよ。水の方がいいよ。それ入れ物貸して。空っぽでしょ？入ってる？うん。じゃあ私とこ入ってるよ。またの。戦争始まったの昭和何年だっけ？本当に始まったの？うん、ああ、本当始まったやつ。どっちのせいです。本当に始まったのは昭和12年頃からだって、ごちゃごちゃごちゃが始まったの。17、8年、私17、8頃、頃だよ。まだ戦争なんて全然分かんなかった。東京ご乗車超低い。20歳ぐらい。20歳。20歳ね。うん。ちょうど20歳ぐらいの時。普通だったよね。あ、普通なんだ。徴兵検査を受けて。で兵隊に行ったの。それってね、即日みたいな感じだ。もう決まったらじゃあすぐに来週ぐらいから。来週でもないよね。夏だからね。でもすぐだね。まあ何ヶ月もないような。今の人違って、それは名誉なんだからさ、受かんない人は今学校行かない人みたいにさ、もう受かって行くのが当たり前。当たり前。なんかほとんどの人がどこに行った？甲府だって。私全部知ってるの。甲府ってだけ。大戦の終わり頃、おじいちゃんが徴兵検査を東京の府中部で受けたことがあります。その後、山梨県の甲府に行って、それから千葉県の房総半島の
千倉村という場所に配属されることになります。ご乗車ありがとうございました。まもなく千倉に到着いたします。お電車は左側です。じゃあまさに甲府行って千葉千葉のね、私知ってるよ。知ってんの？私だってチクラって言ったじゃん。ほらね、私おじいさん全部聞いて、私の方はチクラっていう村の小学校に泊まっていたね。昔はもう少し栄えていたのかもしれないですけど、まあどこの場所も同じですけど、あれですね、静かな場所になってますね。千葉県で一番南に位置する駅らしいです。穴掘ってだからさ、爆弾を抱えて、アメリカの戦車を爆発させる、すごいでしょ。それはね、成功したの？もうその時はだって一緒に爆弾と跳ねて、だから敵が上陸してきたら、だからそのおじいさんが言うんでね、なんてバカなことをして、そんなねアメリカのね、アメリカが来る人に一人一人体当たりして、そんなのできるわけないのに、でも信じてやってたっていうのね。だって信じないしょうがないじゃない。穴掘って、でお父さんと同じ話聞いたのよ。そのおじいさんが怒ってんのね。でなんか大変だったっていうのね。私一生懸命聞いてさ、でお父さんに言ったらそうだったっていうのね。だからお父さん聞いてると、なんつったらいいのかな、あれもこれもあんなの嘘だってみたいで、俺はなんか嫌だっていう感じがいろいろすんのね。なんかさ、今シャツ着てズボン履いて、いるじゃない、だけどそういうのできなかったじゃない。みんなボロ着てさ、我慢して、そういうのが今なんていうの、バカバカしかったっていうの、でもしょうがないじゃん、時代だから。今の人が上司が怖いとか先生が怖いとかじゃなくて、違うんだよ。もうね洗脳されちゃってんだよ、宗教の人と同じでね。もうみんな怖くないの。怖くないんだから、全部もう私なんかもそうだけど、ボロ着ててもいいだし、ご飯もなくてもいいんだし、みんなお国のため分かんないんだよね、だから親は楽だったんじゃない？行かせるのことに関しては別に。だって兵隊に私の兄さんはだから受かんなかったのよ、弱くてオツだったらしいのね。そしたらオツの人恥ずかしいんじゃないの？本当に実際恥ずかしかったのかね。そんで病気になって死んじゃって、兵隊も行かないでうちでいて死んじゃって、そういうのはだから恥ずかしかったんじゃない、親もきっと。本当にそうだったんだね、じゃあね。外から見てるとやっぱりバカバカしいんだけど、生きていくっていうか、その中で生活していく中ではどうしようもないっていう、ゴーって音、今でも音耳にあるよ。B29がゾッとくん時ゴーって音がするのね、あれすごいよね、雷の一番大きいのが鳴った時が、3倍ぐらいしたのね、ちなみに寝泊まりしていた場所は小学校らしいんですよね。きびなんかはあったみたいな、こっち。もうそう言ったらさ、何食べてた？きゅうりのお味噌汁食べたっすよね。きゅうりの味噌汁。味噌汁にきゅうりが入ったってこと？だから身がきゅうりしかなかったんじゃない？なんかすごい立派な建物がある。あれが千
千倉小学校、近代的ですね。ここですね。何しろ房総に兵隊が集まったって一大拠点だった、だからアメリカが沖縄の次にこっち来たのかしら。もう来てやられたの。そうそう、感謝じゃなかったよ。なんとかね、陸を実際にじゃあ攻撃をされてたの？してた艦砲射撃。艦砲射撃。艦砲射撃。向こうからドーンドンと撃って脅かしてたんでしょ。相当その時に村が焼けたらしいよ。脅かしでしょ。脅かしが一番メインだったと。だからそれから来たんじゃないの？黙ってたら。来たよ。ねえ。お父さんなんかいなかったな今な。半年ぐらいだって来たよきっと。ねえ。じゃあもう私はどこでも行ったかしら。じゃあこっちのって言ったら変だけど、日本のやれることはその土の中に爆弾を入れて、自分だから爆弾持っていく、それからもし私なんかのとこに落ちたら、ほうきではたいて、そういやだってそうだよ。それがもう考えられる最大の対処法。だから今北朝鮮悪く言ってんけど、拉致はいけないことだけど、あとは似てるよね。それは大体似てる。だから引っ叩かれなかったんだってもう、その自分。もうみんな兵隊がフラフラしてた。食うものはないから。なるほど。ほら、昔往復弁当とか言ったじゃない？と引っ叩かれなかった。そんな一生懸命さももうなかったのかな。全然戦わない。それぞれがどうにかしてくれればもういいっていう。分かったんじゃないの親方も。いやてか上に行けば行くほど分かるでしょ多分。だから分かったんだよ。もう今しっぱたいてさ、やったってどうせやったってね。でも朝早く起きたりとかそういうのはやっぱりルールはあったわけでしょ。兵隊さんだからね。でもね、きっと私聞いてて怒られなかったみたいよ。怒られなかったよ。そのような感じで戦争の時代というのは非常に苦しかったっていうことが皆さん大体の方が想像つくことだと思います。明日のご飯が食べるのが難しくて欲しがりませんか妻ではなんていうふうに言われてました。贅沢は敵だったわけですよね。ちょっと話はずれるんですが、今こういう状況になって生活に苦しんでいる方というのは結構多いと思います。でもその時に国を考えて周囲に迷惑をかけてしまうから国を頼らないというのは考え方としては疑問を持った方がいいと思います。おじいちゃんが出征した第二次世界大戦も元はといえば貧困も関連していた。それが発端の一つでした。我慢をしたところであまりいい未来は社会にとってもないかもしれないですね。逆にその政府が貧しい人、困っている人に手を差し伸べるということは政府が信頼を得ると国とか社会の崩壊を妨げられるということにつながっているというそういう考え方があります。経済学に関しては知識が乏しいんですけれども、それは歴史的に見てもおそらくそうだろうなと思います。なのでもし困っている人がいたら、周囲にもいたら遠慮せず国とか行政の補助金を頼ってほしいと。戦争の話をすると基本的には豊かさを否定するような我慢しろっていうような話が多いんですけれども、俺は逆です。平和な社会を
目指したいのであれば、真剣に考えている方であれば、全然遠慮せずに国や行政に頼ってほしい。それは権利ではなくて義務と言えます。The best thing and the worst thing happened today. She moved on with another guy and got engaged. And now my heart's set free from its cage, but it stings like hell on the way out. The best thing and the worst thing happened today. I'm moving on. Driving 99 down the 405, windows down and blaring third eye blind, because I've never been so alone, and I've never been so alive. Driving 99 down the 405, yeah, I'm moving on.あ、そういいんですか、それ。いいよ。ごめんなさい。ありがとうございます。すみません。